はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回もこのノートを見ながら闘病記の続きをお話ししたいと思います。入院45日目、本格的な抗がん剤治療3日目ということになりますね。前夜アレルギーが出た関係でなかなか眠れなかった。でも眠りについてからはよく眠れたという、4時過ぎにですね、一旦また目が覚めたんですね。その時に何か点滴が新たに入っていたんですが、自分が寝てる間に看護師さんがつないで行かれたと。また再び寝入りまして6時頃目が覚めた。その時にまた違う点滴の抗生剤ですね、いつもやっているもの、これが入ったと。で、平熱血圧がこの辺り自分にしては高めの120台ですね。採血が7本ということで、廊下をまた朝の運動で歩いてるんですね。スマホを入手したということで、スマホの歩数計とガラケーの歩数計一緒に歩いたらどうなるかというので、スマホの方が歩数が多く計測されていましたね。8時頃朝食で薬が6錠、それから何でしょうかね、何と言っていいのかよくわかんないんですけど、こうビニールのパウチ状になっている薬、これが2包2つありましたね。それから目薬、点眼、この辺りで少し気分が悪くなり始めている。気にしていなくてもなんとなくこう気分がちょっと悪いなという感じ、抗がん剤の影響が結構出始めている感じですかね。で、11時頃に吐き気止めの薬ですね、飲み薬1錠、それから血液製剤でしょうか、点滴が入りました。利尿剤も入りました。これは点滴のジョイント部分から注射器の針のついてないやつ、それを差し込んで注入するという形ですね。およそ11時半頃でしょうか、また点滴のグラニセトロン30分ぐらいですね。12時前頃から前日2日間4回使われましたシタラビンではない抗がん剤、新たにフルダラですね、フルダラというものが、およそ1時間程度投与されました。このフルダラはその後6日間、続いていく抗がん剤ということで、1日1回1時間程度でしたね。で、12時頃から、抗がん剤の点滴の投与が続いた状態で食事をとると。で、これまで食事の形態を刻み食にしていただいたり、またすぐ一口大にしていただいたりと、コロコロ変更しているんですけれども、主治医からお話がありまして、硬いものを食べて口の中が荒れていると傷がついて、そこから細菌が入り込む可能性が出てくるという、そういうことで、もう刻み食、そしておかゆにしましょうと提案がありまして、この後からはですね、刻み食、おかゆというのがしばらく続くことになりますね。昼の服薬が4錠、そして目薬、点眼、13時過ぎ、また新たな抗がん剤が、投与されます。これがですね、ブスルフェクスですね。ブスルフェクスという抗がん剤、これがおよそ3時間かけて点滴による投与。この抗がん剤を使うと痙攣を起こす場合があるというんですね。それで病室に、心電図の計測できる機械が持ち込まれまして、指からの酸素ですね、これとあと体の胸から腹に電極をこうつけまして、心電図、これをモニタリングする。
自分でもその機械のモニターが見えるんです。そのモニターがナースステーションのパソコンか何かに通信でつながっていて、そちらでもチェックできると、そういう体制。それでもし何かあった場合は、自分でナースコールをすることももちろんできるでしょうし、それができないような状況になってもナースステーションの方でモニタリングしているので大丈夫だと。で16時半ごろそれらの点滴も終了して、少し休める時間、もうだいぶその気分が悪くなってきている。前日に比べたら2段階ぐらいちょっと気分が悪いなというような感じになっています。でそんな中でもリハビリの時間はありまして、リハビリの担当の方が見えて軽く体を動かすと。でも廊下を歩いたりするとですね、気分が少し晴れて気持ちが悪いというのを忘れられてよかったですね。その後シャワータイムですね。髪の毛を切っていただいたおかげで頭を洗うのがとても楽、乾かすのももちろん楽ということで、よかったですね。で廊下を歩いたりすると看護師の皆さんですとか、あとは、作業をされている方々ですとか、自分のそれまでのことを、知っていただいていた方々がお似合いですよとか、お声をかけてくださいましてですね、抗がん剤治療で、これから大変そうだと、それを盛り上げようというような、お気遣いに思えましてですね、ありがたかったですね。18時過ぎから夕食なんですが、だいぶ気分が悪くなってきている。でも先生からは少しでも口から食べなきゃいけませんねというお話もありまして、半分を目標に食べようという、もう前日は結構食べられていたのに急激に食べられなくなったという感じ。勢いをつけて6割ほど食べて、そこで終了しましたね。22時頃から点滴の抗生剤が入りまして、およそ1時間。その後ですね、吐き気止めの点滴、その後抗がん剤治療はないんですけど、この吐き気止めの点滴、グラニセトロン、これは1日2回、12時間おきにやるということになっていたようで、ここでその点滴が入りまして終了後一応の就寝ということです。入院46日目、本格的な抗がん剤治療の4日目、これは2月の10日ですね。夜中に何回も目が覚めて、その都度トイレへ行き、水分補給、そして手洗い、うがいですね。うがいはうがい薬を調合していただいてまして、口の中がだいぶ荒れていたということもありますし、もちろん喉の方のガラガラでも使えるうがい薬、これを使用する。それにあたりましてですね、衛生面というか、うがいは頻繁にすることになるので、小さい使い捨てのコップを、妻に頼んで、買ってきてもらいましたと。それでそれをこの辺りから使い始めてるんですけども、もうこのぐらいの小さいコップなんですね。紙コップ、それにうがい薬を入れて、とにかくうがいしてペーという感じですね。もううがいはとにかく結構しました。そして手洗いも、もう何かあるたびに手を洗う。そしてついでにうがいをすると、そういうような感じになり始めましたね。で抗がん剤の影響で口の中が唾液が出にくくなったりとか、逆にネチャネチャするようになったりとかの、そういう粘液障害みたいなものも起こりやすいということも伺ってました。だからこそ余計にうがいというのは必要だったことだと思いますね。朝5時過ぎに目が覚めた時に前日と同じようにまた何か点滴がつながっていたと。もう寝ている間に看護師さんがそれらのことをしてくださる。で寝直して6時頃
目が覚めて、看護師さんが巡回してきてと、点滴の抗生剤がつながる。これはもう日課のような感じ、毎日、朝6時頃の点滴抗生剤というのはありましたね。一晩眠って気分は多少良くなった感じ。朝の運動でナースステーション周りの廊下を12周歩いてますね。体を動かせる間は動かしたいという感じで、朝食は8時頃からで刻み食になってました。そしておかゆ、6割ぐらい食べて、できるだけおかずを食べて、おかゆを残すような感じにしてましたね。薬は9錠プラス2包なんでしょうか、包み。10時半頃点滴の抗生剤が入りまして、また廊下を歩いたりとかして時間を、潰すというか、過ごす、点滴の吐き気止めが入りまして、11時半過ぎから点滴の抗がん剤、フルダラですね。これが1時間ですね。プラスこの日は血小板輸血の点滴も同時に行われるという、凄技ですね。一度血小板の点滴につきましてはひどいアレルギーが出ましたが、血小板輸血でアレルギーが出たのはお昼ご飯の時間にかかっていた時だけなんですね。それ以外の血小板輸血、アレルギーが出なかった。それはお昼ご飯の時間にはかかっていなかったんですね。何か食事と関連があるのかないのか分かりませんけれども、それを覚えていたのでちょっと怖い感じはありました。で、食べてる間にまた体が痒くなってくる感じはあったんですけど、ここ数日というかしばらくの間体が結構痒いことが多かったので、それの延長なのかなと。1回目の血小板のアレルギーの時もそう思いましたけれども、これはアレルギーなのかどうなのかよくわからないなと。体にもそれほど例えば赤い点々が出るとかそういったこともなかったので、そういう感じで我慢をして、ご飯を食べ終わった。12時半頃、食事の後ですね、およそ3時間をかけて点滴の抗がん剤ブスルフェクスが、入ります。その間は心電図に指の酸素とあと電極をつけまして、心拍をモニタリングするという、それがありますね。その抗がん剤の点滴が終わる頃なんですけども、ずっと体が痒かったのは痒かったんですけど、ポツポツと赤い点が出始めたんですね。血小板輸血との時間差でアレルギーが出てしまった感じがありました。痒み止めの点滴のステロイドが、入りましたね。そしてその後点滴の抗生剤も入ると、もう体がその間中にもどんどん赤くなって痒くなってきているので、看護師さんがアイスノンですかね、冷やすと少しは楽だということで持ってきてくださいまして、それをタオルにくるんであてがったりとか、あとはこう指のなんていうんですか、この辺でこうこすったりとか、病院服を掴んでこすったりですとか、そういったことをしてできるだけこう爪でかくと傷になるので、そうしないようにしてこらえたみたいなことですね。前回の時は全身が真っ赤でしたけれども、この時はお腹から下あたりが赤くなって、こう胸のあたりはそんなに変わりがなかった。顔なども特に、何か赤いのが出たとかいうことはなかったんですけどもね、あまりにもそのアレルギーがくっきりと赤く出ているので、看護師さんが写真を撮っていかれましたね。それで廊下に出て他の看護師さんとお話ししてる声が漏れ聞こえてきた。あんなにアレルギーが出る人初めて見たという、そういうことで、そんなにアレルギー体質と思っていなかったので、ちょっと自分の方が驚きましたね、それは。で、気分の悪さがだんだん蓄積されていきましたが、まだ我慢できるあたり。話によればこの翌日あたりがだいたい気持ち悪さのピークに
なるという、そんな風に聞かされてはいましたけれども、あとは18時頃から夕食ですね、また6割ぐらい食べまして、服薬が9錠、それから一包ですね。これなんて言っていいのかな、包みではないんですよね。ビニールのやつですからね。それをちぎって開けて中のものを飲むという、それから目薬。この目薬はですね、抗がん剤治療3日目、つまりはこの時点の前日までで終了しています。だからこの日からはもう目薬は入れていませんね。で、この辺りは便が出にくくなっている、または抗がん剤の影響で便が出にくくなる、そういうことを、ケアするために液体の下剤も飲み始めていますね。22時前頃から点滴の抗生剤が入りまして、23時頃に終了。その後また点滴の吐き気止めですね、グラニセトロンおよそ30分、これが入りまして、この日のイベント終了で、あとは就寝という運びでした。ということで、今回は入院45日目46日目、本格的抗がん剤治療4日目5日目の様子についてお話をしました。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお気軽にお寄せいただけましたら今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。